クリエイティブって仕事絶対生きていけるんでね、その時に悩まなかったらクリエイターじゃねえだろ。毎日マグロの夢見るぐらい悩まないですね。常にマグロの夢しかない。それは多分一丁向いたところで本当にデータのその職人さんのデータっていうのは数値化できないものがあるから、やっぱり圧倒的に強い。俺見て1回じゃ判断できねえよな。だから俺らはそれを守ってるから、今何をしなきゃいけないか考えてください。いやいや、もうずっとですね。ずっとなんですか。裏で巨人戦見てたとか。最初前の店の時の、全然。どっからなんか行き始めたのってあるんですか、自分の中で。昔はその医療業界の接待の主流で、結構そういう人たちがいっぱい予約入れてっちゃってたんですよ。で、それがなくなるってなった時に、薬屋さんとかもみんなからどうすんだよこれから、弁当やった方がいいよとかみんな言われたんですけど、でも弁当やって薬屋さんの言うこと聞いたら薬屋さんの店になっちゃうなと思って。だからやっぱり美味しいお寿司をずっと作り続けようっていうその気持ちでずっとやってたら、まあ、お客さんどんどんまた変わっていって、医療接待のところからプライベートの人たちが多くなってきました。一番最初やっぱりお父さんの時代がついた時に、アマオで行くのが一番最初だったよな。アマオで行くのかな。砂糖からそうですね。考えるとな、そんな話したもんな。その時の体もああ、まあそうですよ。30年ぐらいですか。だからもう40年。40年。そんな経つんですか。お父さんからかな。あ、お父様から取り引きされた。そうなんだ。父はやっぱりそのインドを使ってるね。急にいいコメント拾うあれですよね、インタビュアーになりまいや、した。まあ、もうこれは職業病なんじゃねえの。確かに砂糖どころか味の素とか入れてたんですよ。そうなんですか。入れてましたよ。その配合とかあったんですよ。味の素とハイミーはこのぐらいのとか。両ラーメン屋と同じこと言うんですよ。ハイミーとか。ラーメン屋ですね。二郎じゃないですか。そういう時代がありました。そうなんだ。ハイミーはまだあります。市場の4階のところに売ってます。ハイミー？はい、売ってます。ニューラン全然まだ並んでうちが知ってるってことはうちが使ってるかもしれない。妙に詳しいな。でも売ってるってことは誰が買ってるってことですよ。需要がないところ。まあ旨味調味料だからな。そうですそうです。調理だもんね。さあやっぱりね。クラッシュです。噴火はね、今みたいな。昨日めっちゃ悩んでましたもんね。なきゃないでいきます。なきゃないでいいんですよ、本当に。でも求めちゃいますよね、お客さんでも。でもその事情知らないでしょうね。それはちゃんとどうしたらいいけど何も分かんない。分かってないですけど、じゃあ分かんないんだったら発信するんだと思うんですけど、そういうことです。普通だったらその人は分からなくていいです。でもなんかそういう発信する人はね。そうだからね、個人の感想ならいいけど、発信をする人はやっぱ発信の責任ってあるよね。そうですね、絶対そう。個人は好きとか嫌いとかダメだとかいくら発信してもいいけど、背景がわからないのにその発信をする仕事をしてるのに、そういうことを発信しちゃいけないよねって、それは分かって発信をしないと今のメディアと一緒になっちゃうね。そうそうそう。この間石丸さんのね、都知事選じゃないけどさ、分かんない人が発信をすると誤解を招いてもしまってダメになっちゃうねっていうのがさあるわけやん。プレッシャーかかりますね。頑張ります。そうってこれ以上なんですよ。でも基本的にはやっぱり四季に変化がなければいけないってところに日本の食文化で発生してきたわけじゃないですか。でもそれを大事にしなきゃいけないよね。そうよね。自分でも最悪は俺は絶対冷凍に行けるのが俺は絶対最悪だと思うね。そこは絶対なくなっちまう。文化がなくなっちまう。全部冷凍になってしまう。うちでも絶対どのネタにもシーズンとか旬ってあるから、なんか無理して冷凍で使う。そう。だから俺相田さんのとこ行った時に出ないものがあったら良くないんだなって思いますもん。で思考をそっちに変えないと。そうですね。出ない理由を考えないといけない。そうなんですよ。な
頑張ってるマグロだね。すごくそれは頑張ってる。大の大に焼け物美味しいマグロで、めちゃくちゃうまい。それはもうどう考えても美味しいのがすごいね。すごいっすよねこれね。これこのままでいいのかこれ。はい、あ、大丈夫です。はい。じゃあ、お前何キロなの？もうあれだ。もうあれだ。幸せだね。あれなんで。あ、これから抜いたかな。社長って2代目なんですよね。まあ、2代目っていうか一緒に創業したから、まあ、2代目創業者でね。でもお父さん創業する前は何やった？稲漁っていうマグロ屋のバンドやってたんですよ。稲漁っていう古いマグロ屋さん、もうすごい老舗のマグロ屋さんに高校卒業して入って、親父49の時に俺が大学1年生の時にお前がやるんならって言って一緒に独立した。それで俺大学1年の時からも入って2年で休学して、結局そのまま中退して。ああ、卒業されてないんですか？してないしてない。そうなんです。もうそんな暇なかったの。社長はもう向こうに行くことは決定してるんですか？っていうか、まあ、自分の行く理由って何なのって言ったら、どっかから自分で会社を離れなきゃいけないって思わないと、やっぱり山行けも、まあ、早く自分が辞めることだったら一番ベストだろう。それはね、めちゃくちゃ気になるんですよ。山行って僕らもそうですよ。いや、そうなんですよ。どうなるんだろう。僕らどうすればいいの？極力俺がいなくても大丈夫って会社作りしちゃったらいいんじゃないかな。でマグロやって何が一番大事かっていうと、これ高いから買えないよっていうのだけやめようよ。まあやっぱ持ちつ持たれつだからってことですそういうことね。社長の引退は何歳で決めてたりとかするんですか？自分の中で。もう65であ、もうそれは貢献してるんですね。あ、そうなんだ。これ60です。いや、まあさ、年齢とともに。それもあるあるです。でもこれカレーパイって、まあ、いかに早く渡してプロから見れる環境を作ろうかな。でも結局ちっちゃいお店でマグロがやるってそれだけ気になってしょうがないと思いますけど、やっぱ。マグロ触ってないですね。で、マグロみたいな人じゃないですか。動いてないと。今もまだマグロの夢見るんですか？もちろんマグロの夢しか見ないよ。もうね、特にこの時期はもうそうだよ。常にマグロの夢しか見ない。もうそれは多分一生無理だと思うよ。本当に嬉しいね。お前意外と使えねえなっていう夢を見るんですよ。なるほど。あと修行自体に戻るんですよ。なんか俺こんだけできるんだけどなと思いながらまた一番下でなんか辛いんですよ。そういう夢見るんですよね。それってやっぱどっか精神的に追い詰められてるんですか？なんかやっぱプレッシャーなんでしょうね。これは精神病だから本当に。僕はもうお客さん満席なのに早く逃げようと思っても全然早く逃げられない。そういうのあります。それも僕も見ます。あ、そうですか。この後どうするのぐらい全然手が全く動かなくなる。睡眠だから2時間に1回起きてるよね。これは。
恐怖なんだよ。はい、そうです。だから俺も恐怖なんだよ。売れなかった期間が俺なんかもすごく長かったでしょ、マグロが。で今売れてるから逆に言うと売れなくなったらどうしようっていう恐怖の戦いなんだよ多分ね、俺が。だから今もあるんですか？ずーっとある。今も売れなくなったの？もちろんもちろん。それはなんていうの、給料をたくさん稼ぐようになって売れなければいけないっていう絶対のがあるから常にやっぱ恐怖があるんだろうね。山口幸隆という方がお金持ちになってみんな周りから見たらなんて華やかな人生なんだろうと思うかもしれないけど、俺なりたくないっすもんそんな毎日のように。実を言うとお金持ちじゃないから大丈夫。いやいやいやでも働かれたらお金に見えない全然お金持ちじゃないから。いや俺そんな俺はもうお金のない人生をずっと過ごしてきたから、とにかく使ってしまう。使いたい時に使えるっていうのはいいね。なんかそういうのに憧れましたよね。いろんなことを模索した方がいいよ。まあそうですよね。まあ日本にいるのがベストだと思うし、まあ年を取ったらアメリカに行くのがベストだと思うし、まあ、時期的にはいいもんね、今ね、アメリカがこう変わってきてるっていうのは寿司に対するね。そうですね。でも社長前寿司職人が海外行くの結構否定派じゃなかったですか？寿司職人が行くのはね、あだからこういう人たちが成功して出るのは、なるほどねそれは日本の文化の継承だからって言ったってやっぱ漁師さんたちが儲かるためにはグローバルに来たって言ってるわけだから、発信だけ日本があった方がいいなっていうことそういうことか。中途半端なまだ若造が行って稼ぎに行くのはそういうのはダメだ違うと。そういうわけでみんなアメリカに行っちゃわないといけないけども、ちっちゃいお店が出てくることをすごく日本の文化の発信としては美味しいものをね、我々がアメリカに送るからこそ日本の文化でずっと継承し続けていけるし、漁師さんお金儲けてできるからそれは絶対いいと思う。で岡田さんあれですよ、アメリカ人のリピーターがいるんですよ、お客さん。うちはそういうことであんまり新規は取ってないんですよ。で外国の人ももちろん来るんですけど、皆さんリピートの人。リピートが多いんですよ。海外のリピートすごいことですよね。まあ確かに。館林知ってる。そうなんです。うちの嫁も知らない。伊達林。だから出てくる。お客さんのきっかけは元気です、元気を。厳しいですね。すごいいいお客さんにじゃあ俺ちょっとアテンドしますからアメリカの寿司屋回りましょう。いいでしょ。はい。 11月ぐらいグローバルになりましたね。ついに一行が IKKO になると。エド・シーランとかそういうさ、ああいう人たちがなんでそういう寿司屋さんで日本のコミュニティになったらすごくよくない？そこに日光が来ると。俺が行くと。いいじゃん。随分本当に手の届かないところにそんなことないでしょ。一緒に飲んでた時が懐かしいです。お前変わっちまったよね。なんで思ったんですけど、山行がここまでなったんですか？どう分析しますそれ？人と違った道に行ったからじゃない、だから普通の昔ってね、いいマグロの手ってとにかく色が変わらない、それから青が入らないとかね、青色で腹のところにな、入らない、はいはいはい。もう入ったら苦情だからね、昔は。ああ、そちっちゃい頃からのこうあれなのかな、やっぱりこう春先に父親が持ってくるその佐渡の定置のその赤身が袋に入れて持ってくるんだけど、どうしてもこうビニールで持ってくると色が変わってんだよな、でも食べたら美味しいんだよ、でその稲荷ってやっぱ老舗のいいマグロ屋だから紀州勝浦の時期のさ色の変わらないマグロ持ってくるんだよ、でこれは今日何百万ですげえ高いマグロなんだ。その当時はマグロ高かったから、でそのマグロはもうまるっきり味がないんでね、ただこのいい時代になんか生きた、それがラッキーだったっていうのがあるよね、多分俺が20年前に今の仕事を始めてやってたらこうはならなかっただろうなっていうのがあるね。人が受け入れられないマグロをやっぱ我慢して買ったのと、日本のマグロに憧れて日本のマグロの世界に行こうって決めたでもうちの父親とか母親から猛反対されたからね。なんとなくこういろんな人に教わって常識ってあるじゃん。でも常識って実を言うとないんだよね。常識ってあくまで自分の技術の中で作っていくだけが常識であって食べ物は常識じゃないんだよ。これよく親父言われたんだよ。バカじゃないとちっちゃいマグロばっかり買ってるって。その当時そうじゃん。マグロっていうのは多くてことなんだよ。食べ物の常識って何か食べてうまいっていうだけのことが常識だって実を言うと。でも料理人も実を言うとそうなんでね。
過去に教わったことが常識でそれがなかなか抜けれないことが人たちが素人って実を言うと常識ってないわけじゃん、俺も実を言うとマグロ屋でなんでこうなったかっていうと実を言うと常識ってならなかったんだよきっとね過去のマグロ屋の常識って、でもやらなければ商売にならなかったらそこはなんとなく認めていきながら自分の常識を探していった方も今の山行きだったと思うんだよね。常識にすがりついてる子たちっていうのは古いものになっちゃってね、さっきのちょっとマグロの時期の話になったんですけど、サーフィンの波って本当に1本の波っていうのが1回しかないんですよ、形は違う、大きさは違う、もうその波ってもう二度と来ないんですよね、でもそのいい波がずっと続くと飽きてくるんですよ、良くない波があったり波が全然ない時があったり、そうするとその波の大切さって分かってくるんですよ、それをマグロに置き換えたことがあって、フラットの時ってなんつうの今の時期とか、それがあるから香りを感じられて、香りの後にはまた油が出てくると油を感じられて、ずっと油だけだと香りを感じなかったり、ずっと油だとその良くない時もやっぱりダメだと思っちゃうし、でもダメな時っていうかそれがあるからいいものが分かってくるっていうのをなんかこうマグロに例えたことがありましてね、なんかこうそういう時もあるんだよってお客さんもね本当知ってもらえれば。毎回届くたんびに今日はどういうんだろうな、どういうんだろうなっていうワクワク感がありますよね、ましてやその定時とかだといつもなんか違うから生のねこういいマグロってなんかいつも同じだなって感じだけど、だからそれをよく言うね、職人ってクリエイターじゃないでね、よく言うんだけど美味しいもんとうまいもんってあるじゃない、今日家でエビフライをやろうと思ったら隣から美味しいエビを買ってきていい油で揚げたらうまいもので作れるんだよね。でうまいパスタくださいよって言ったら俺には絶対できるわけよ。うまいもので誰でもできるの。でも職人さんっていうのは美味しいものを作るね。これはクリエイターの仕事なんだよね。これをクリエイティブってよく言うとね、食って何が素晴らしいかっていうと作ってるのはクリエイターだから素晴らしいよってことね。それは俺らの仕事もするわけよ。俺がただ悩まずに仕事ができたらこれはクリエイターじゃない。クリエイターっていうのはじゃあ悩むもんなんですか。悩んでもがき苦しむもがき苦しむんだよね。だってそうじゃなければ生きていけなくなってしまうんじゃないのかなっていうのが AI からのってもう音楽の世界だって音楽を作るってチャット GP で作ったら音楽結構いいの作るらしい。絵もすごいですよ、書いてある。楽器弾けなくても曲作れますからね。すごいですよね。あれチャット GPT すごくて、要はライター風の記事書いてください、寿司おばなさんについて一個っぽいので書いてくれって言ったらそれっぽく書くんですよ。らしいよね。結構その不調まであるんですよね。そうなんですよ。でももう俺らは負けられないから、じゃあ俺の個性を動画にいかに出すかとかそっちの方に考える。だからクリエイティブって仕事って絶対生きていけまあるんだよね。人間って意味です。だからそれが我々仲卸の仕事なんでね。だからクリエイティブじゃなきゃいけない。その時に悩まなかったらクリエイターじゃねえだ。毎日マグロの夢見るぐらい悩まないですねと。今のマグロと冬のマグロだったら冬のマグロの方が絶対いいのに値段が逆転してるわけじゃん。あ、そうなんですか。そうだってマグロって需給のバランスだけでだって上がいってるわけだからさ。ないから上がるわけです。だからそっかそっか評価をしたらなるほど冬のマグロがいいんだけど値段って冬のマグロよりバカみたいに高いわけ。これが素晴らしくてさ、一回じゃ判断できねえよなみたいな。なるほどね。そこまでこう解決してしまったら俺らはもう。いやでもこうじゃないですか。こう。そうそう、チャット GPT って結局物はいいけどデータ入れてあげなきゃただの箱ですから、あ、そうですそうです。データのその職人さんのデータっていうのは数値化できないものがあるからやっぱり圧倒的に強いわけですよね。で俺みんなででもテレクニって AI 作ったらできるわけですよ。毎日小原さんっぽい握りって言ったら握れる。それっぽいのはできそうですけど、ぽいのは。はい。だから95%ぐらいできるかもしれないけど100%はそうです。でも100回以上に行ったらテレクニで美味しい寿司を作れるかもしれない。ところが
やっぱりお客さんを見てて、あ、少しスピード落ちてきたなと思うとチャリ小さくしたりとか。それがだから人間力だから、それがだから職人っていうのは素晴らしいから、職人っていうのは絶対に生きてきて世界になるほどね。俺はうちの子たち会議で言うんだけど、だから職人を守る環境を俺は作るってさ、市場がなくなっても市場の代理店を俺は探す、それがきっとお寿司屋さんに求められてる我々に対することだと思ってる。だから俺らはそれを守っていくために今何をしなきゃいけないか考えていこうさ。これをぜひ見て元や。それもなんですあ、元橋ってそうそうそう。大人の動く何これ。だったら持って帰ってまだ山行大将がない時に大人の方にちっちゃくなったんですけど。大将がないんだったら2008年。これ結構すごい年代もんですこれ。若い。2008年社長若いですよね。若い。何年前で同じ席ある社長ね、このそうこれを再現したいなと思って、これと同じ写真同じ構図で撮りたいなと思って。いいっすか？これ包丁持ってああ、紙ショット。で撮ってるところを撮るであ、いいですね。斜め社長相方笑ってるもん変わってない。でマグロ見てちょっとね左の腕いいですか社長。左の腕ちょっとこうなってます。はい。来たありがとうございますいただきました。撮ってる人と紙袋できましたからね。一泊しに。いきます。はい、チーズ。